比叡山延暦寺に到着しました。おはようございます。3区のとしです。今日は比叡山坂本駅に来ておりまして、比叡山インターナショナル50キロコースの今日は後半解説していきたいと思います。3週間前にですね、前半の思想もさせていただいて、その解説のね、動画もアップしてますんで、よかったらね、合わせてご覧いただけたらと思います。今日もね、お天気が良くなりそうで、結構暑くなりそうですんでね、5月の大会と似たようなコンディションで練習できるんじゃないかなと思いますんで、またみんなで頑張っていこうと思います。それでは行きましょう。こちら JR 比叡山坂本駅です。今日も坂本ケーブルで上まで上がってから思想しようと思います。はい、それではケーブルの坂本駅までみんなで歩いていきます。ケーブル坂本駅到着しました。さあ乗り込みます。今年の比叡山インターナショナル大会はこの現在の第3駐車場、ここがスタート地点みたいです。比叡山延暦寺に到着しました。でこちら根本中道、こちらの方登っていきます。前半のコース終わって、こちら後半のコーススタートしていきます。この境内の中はね、まだしばらく上りのロードですね。めっちゃ咲いてます。さあ、ここから大比叡山の山頂ですね、登っていきます。前半のコース終わってからここの上りになります。大比叡の上りはですね、そんなに距離はねないんですけども、そこそこ斜度がきつめの上りなんで、ペース乱さないようにね、マイペースで登ってください。さあ、だいぶ登ってきました。大比叡はもう少し先ですね。この盛り上がった上が大比叡、比叡山の山頂ですね。スタートしてからちょうど2キロぐらいです。こちらが比叡山山頂。標高は848メートルです。こちらが比叡山ミュージアム、ガーデンミュージアムか。桜綺麗な、ちょっと崩落してるとこあります。大会中要注意やな、これ危ない。ナイスラン、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 ナイスラン。ここも見晴らしいいところですね。それではさっきの展望エリアから右の方に曲がってね、ちょっと下り降りていきます。ここの橋を渡ります。こっちに渡って斉藤エリアの方にですね入っていきます。はい、こちらこの斉藤エリアのこの階段を降りていきます。思想されている方が多いですね、今日は。次はコースはこちらの方向かっていきます。そして途中からですね、清流寺というお寺の方に降りていきます。はい、こちらをまっすぐ進みます。ここが分岐になります。50キロコースはこの清流寺の方に降りていきます。ショートはこっちまっすぐかな。この辺りはね、まだ緩いんですけどね、もうちょっと行くとちょっと足元の枯れた下りがありますんで、気をつけて降りてくださいね。もうちょっと降りると清流寺のお寺がありますね。はい、清流寺到着しました。ここからまだだいぶ降りていきます。ナイスラン。もうちょっとで下り終わり。ナイスラン。
暑いね。降りてきたら暑いね。ナイスさん。はい、降りてきました。あ、清流じゃ2番までか。次はここから横高山登っていきます。それでは横高山登っていきます。現在スタートしてから約8キロ。標高は245メートル。横高山の山頂は765メートルですんで、約500メートルぐらいですね、登ります。その横高山の山頂の手前にですね、競り合い地蔵というところにエイドが大会の時は出ています。横高山は上ですかね。結構登るな。3番何番まであるんやったかな。16やったかな、18やったかな。5、向こうに6も見えてんな。さあまだまだ登りますよ。ただいま距離は約9キロ、標高は620メートルです。競り合い地蔵まであと70メートルアップぐらいかな。はい、競り合い地蔵到着しました。大会の時はエイドがあります。現在はここですね。ここからこう横高山、水山、扇峠、この山、大美山を越えてこの辺りからこう行きます。隠し撮り中やのにバレた。バレや。リアクションされすぎてる。なんかみんなのヘロ取ろう思ったら楽しそうに登ってきたな。横高山山頂到着しました。横高山山頂767メートル。こっち765って書いてるな。さあ、下がコルですね。そこから水井山の登りになります。以前に比べると木がだいぶ伐採されて見晴らし良くなりました。水井山山頂到着しました。標高は794メートルです。それでは次は扇峠に向けて下っていきます。標高でいうと200メートルぐらい下がります。この辺りがちょっとつづら折れのね下りが続いております。扇峠まではまだもう少し下っていきます。はい、扇峠到着しました。お待たせしました。標高は573メートルです。次は上に登っていきます。それでは扇峠から次は小野山を目指していきます。小野山標高670メートルなんで約100メートルアップですね。さあ登っていきます。はい、小野山山頂到着しました。はい、小野山は670メートルです。それでは小野山から次は大美山目指していきます。また同じようなね、こんな細かいアップダウンのあるコースが続きます。ここで一旦林道に出ます。はい、ナイスラン、ナイスラン。こういった緩い登りも微妙にしんどいですね。さあ、ここから林道からそれてトレイルへ入っていきます。ひらひえトレイル。はい、大美山到着しました。どれが本当の山の名前か分かりません。標高は681メートル。大美山越えまして、この先が今年からねコースがちょっと変更になる部分があるみたいなんで、今日はそこの確認をしながら進んでいきます。これが去年までの、そうですね、ロープがあって、雨降ったら結構滑りやすい下りがこの先ですね。
で、今年はちょっとこっちのね、先に行きますんで、昨年までのコースからちょっと北の方にね、距離が伸びます。ちょっと上りもありますね。結構急な下りですね。ロープとかはないんでね、うまくこの木とかをね、使いながら降りてください。もうちょっと上りありますね。ここで林道に合流します。やっぱりちょっとコースきつくなりますね、去年までよりも。ちょっとアップダウンもね、あるんで、ただここからは林道がしばらく続きます。それではこんな林道をしばらく進んでいきます。さあ、この林道も結構上りですね。後半の方なんでね、走って登れたらいいんですけど、ね、無理せずパワーウォークで行くかですね。はい、ここからコース入っていきます。こんな感じの林道を下っていきます。この下りは去年までと一緒のコースですね。ここを降りていくとウォーターエイドがあります。この下りの林道も結構長いですね。はい、林道を降りてきまして、大会ではね、ここにウォーターエイドが出ます。ここからまたこの林道の今度は上りですね。ここからもね、嫌な感じの上りが続きますんで、ちょっとね、ペースを落ちすぎると最後の関門引っかかる可能性がありますんで、踏ん張ってください。さあ、この辺りも結構急な上り坂です。向こうには琵琶湖と琵琶湖大橋が見えております。後半はね、こんな林道ばっかりなんでね、ここである程度走れる足を残しとかないと最後の関門がきつくなってきます。ただいまスタートしてから約20キロ、標高は450メートルですね。ここからもうちょっと登って下って登って下って最後登ってゴールとなります。これ見晴らしいいですね。はい、ここ右の方に上がっていきます。大会の時はね、そんな間違えることないと思うんですけどね、思想の時は間違えないように気をつけてください。さあ、ちょっと林道を登りきりましたかね。ここから下って滝壺神社、そちらの方に降りていきます。大会の時はこちらに扇エイドが出ます。林道下り、結構この辺りはね、傾斜もきついんで、結構足にね、きますけども、気をつけて降りてください。まだもうちょっと降りますね。ここは滝壺神社。左の上に神社あります。前まではですね、ここまっすぐ下に降りてたんですけど、今年からはもうここ右に曲がります。それではここから余川中道に向けて登っていきます。またこの辺り有利ですけどね、途中からちょっと丸太の階段のきついところが出てきます。はい、ここを左登っていきます。さあ、余川中道へ向けて登っていきます。ここの登りはね、ちょっと登りにくい登りなんでね、ただ関門の時間ギリギリの方は最後頑張ってください。さあ、だいぶ登ってきました。この先道路の下を一旦くぐって、最後もうちょっとね、階段がありますんで、そこ登ります。はい、ここからこっち地下道を通ります。さあ、最後階段登ると余川中道の駐車場はもうすぐです。はい、登ってきました。ここをね、道に行くと余川駐車場ですね。はい、駐車場に到着しました。ここにね、余川エイド最終関門あります。いやー、緑が綺麗な、この苔も綺麗ね。さあ、ここからは林道を下っていきます。さあ、みんなで頑張ってきましたけどね、ここからあとはもう比叡山坂本の駅の方にそのまま下山をしていきます。さあ、向こうに見えるのが余川中道ですね。ここを右の方に降りていきます。それでここから下山していきます。熊出没注意。
はい、大会ではね、ここを右に登っていってゴールですね。今回はね、思想なんで、左の方行って、比叡山坂本駅に降りていきます。さあ、この辺りもずっと林道ですね。はい、だいぶ降りてきました。さあ、この階段を降りると、日吉大社の鳥居のところですね。思ったよりはね、太陽がね、陰ってて曇りだったんで、まあ朝マシだったのだとは思うんですけど、なかなか蒸し暑かったですね。はい、お疲れ様でした。無事に比叡山坂本駅戻ってきました。いや、思ったよりもね、曇り空で、まだ暑さはね、マシだったんですけども、それでもね、水分みんな結構取って、なかなかハードでしたね。まあ、また前半の動画もですね、アップしてありますんで、リンク貼っておきますんで、まあ、その前半と後半と合わせて、大会出られる方はね、参考にしていただけたらと思います。で、またトレランに役に立つ動画、講師紹介の動画アップしていきますんで、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。あと動画が良かったら高評価もよろしくお願いします。では、バイバイ。はい、お疲れ様でした。